はい、こんにちは、梅野です。本日は植物園の紅葉とかお花を使ってポートレート撮影をしていきたいと思います。はい、ではここから写真撮っていきたいと思います。縦構図で構えまして、今サイド光で光が入ってきてますので、ここをローアングルから撮ることで天井の水のところと斜めの光が入ると思うので、ここを撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 3.5 に設定して、で背景をちょっとボケさせていきたいと思います。今シャッタースピード遅いですけども、実際のところに向けると30分の1秒ぐらい出てましたので、焦点距離 28mm で撮っていくので、ギリギリ OK です。でそのシャッタースピードを出すために、ISO 感度は200まで上げております。で露出はプラマイ0でマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ちょっとローアングルから撮りまして、天井の光と、サイド光と入るような感じで撮ってみました。で、ちょっと、レタッチで露出を落としたり明るくすることで雰囲気を変えられると思うので、ちょっと動画を出してる時にどんな感じにしてるかわからないですけど、いい感じで撮れました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はあそこの木のところの下の影のところに立っていただいて撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 2.8 に設定しまして、シャッタースピードは200分の1秒以上出ておりますので、ISO 感度は100で OK です。で露出はプラマイ0のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきたいと思います。光が木漏れ日で顔のところに当たって綺麗なのと、ここのオレンジの葉っぱ前ボケに使うことで奥行き感とフレームの効果を狙えると思いますので、次はここから撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。前ボケさせていきたいのと、で被写体のところはしっかりピント合わせたいので、ちょっと絞って F 値は 3.5 に設定しました。で明るいとこなので1250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。あとは一緒かな。露出値はプラマイ0でマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じです。手前のオレンジの葉っぱっていうか木の枝かなを前ボケに使って撮りました。で光がすごい当たってるわけじゃなくて、木漏れ日で当たってますので、ちょっと印象的な写真になったんじゃないかなと思います。それでは、次の写真撮っていきましょう。はい、次この紅葉の、咲いているというか紅葉になっている、道のところ撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 2.8 と4の間をちょっと使って、前ボケの感じと解像感と合わせながら撮っていきたいと思います。で明るいのでシャッタースピード1600分の1を出てますので ISO 感度は100で OK です。でマルチパターン速攻で、撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。通路の感じと、背景の紅葉とで他の紅葉を前ボケに使って撮ることができました。で木々の間に通路があるのでちょっと木漏れ日が
入ってきて、いい感じの光になったかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、サザンカ。はい、じゃあサザンカのところに、座っていただいて、で光が当たってますので、その光を生かして撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 2.8 にして、背景をボケさせて撮っていきたいと思います。で実際のところにカメラ向けると800分の1秒シャッタースピード出ておりますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。ここも露出値はプラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。光が、いい感じに入ってきまして、背景が若干暗いのとサザンカのピンク色と葉っぱの緑と、いろんな色が入りましたので、華やかな写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日は植物園にポートレート撮影をしに来ておりました。まだちょっと紅葉が残っているのと冬のお花も咲いてましたので、いい感じにそれと合わせて撮れたんじゃないかなと思います。次は、イチョウのところに移動して撮っていきたいと思いますので、また次の動画もお楽しみください。それでは今日はこの辺で。さようなら。